私じゃダメなの。どうすればいいのかな。サンドラさんから預かった時はとても元気だったのに。明日、サンドラさんに相談してみようかな。物陰に隠れていた子猫が急に姿を現します。どうしたの？女性を見つめていた子猫は急に周囲を確認し始めたのです。サンドラさん。女性は一点を見つめ、しばらく考え込んでいましたが、何かを思い出したらしく、ゆっくりと視線を子猫に向けたのです。もしかして君は。この出来事が起こったのは、アメリカ・ロサンゼルス。ある日の夕方、裏庭から聞こえてくる動物の鳴き声に気づいた女性が家の外へと出て行きました。そして声のする方にそっと近づくと、茂みから頭を突き出した一匹の子猫を見つけたのです。まだ幼い子猫は誰かの助けを必要としていました。ですが、私では手に負えないかもしれないと感じた女性は、すぐさま動物保護施設へと連絡し、保護スタッフから聞かされたロサンゼルスでも有名な養育主のサンドラさんにコンタクトを取ったのです。サンドラさんはこの時障害のある子猫を預かったばかりでしたが、女性から送られてきた写真を見て、子猫を放っておくことができなかったといいます。そして引き取りを承諾したサンドラさんは、連れ帰った子猫にリビーと名付けたのです。リビーは栄養失調と脱水症状で、年齢を推測することすら困難な状態でした。小さなメスの子猫で、生後6週から8週ぐらいの特徴がありましたが、体重だけを見ると、4週齢の子猫とほとんど変わりません。その姿はガリガリに痩せ細っていて、その上全身がのみで覆われていたのです。さらに、重い病気にもかかっており、とても苦しんでいるようでした。ビビーの症状は非常に悪く、回復への道が平坦なものではないことは明らかだったのです。その後の獣医の診断によって、神経障害だと分かったリビーは、歩くことさえままならず、歩行練習を繰り返しても、なかなか症状の改善には結びつきませんでした。さらに、リビーは消化器系にも問題を抱えていて、3週間もの間、排泄することができず、食べたものや飲んだものを吐き出していたのです。神経障害もそれが原因で引き起こされているようでした。獣医さんからは、今以上に回復したとしても完治するかはわからないと言われており、せっかくサンドラさんの家に引き取られたリビーでしたが、最初の1ヶ月はほとんど病院で過ごしていたのです。私は最初、これほど長くリビーの看病をすることになるとは思っていませんでした。特にリビーの体調が悪かった初めの1週間は、入院している彼女の様子を見に行くのがとても怖かったのです。リビーを連れて動物病院に行った時も、状態を見た獣医さんたちが困惑するほどでした。リビーの問題は非常に深刻で、回復するかどうかは誰にもわかりませんでした。私にできたのは、処方された薬をちゃんと飲ませて、つきっきりでリビーを見守ることだけ。彼女はすぐに脱水状態に陥ってしまう状態が続き、鳴き声はヤギのようにか細く、震えていたのを覚えています。正直、リビーの回復への道のりは終わりがないように思いました。しかし、サンドラさんや獣医さんたちが献身的な介護を続けた結果、リビーの症状は回復に向かい、約4ヶ月の闘病生活を経て、病気を完治させることができたのです。元気を取り戻したリビーは、一気に個性を輝かせて、魅力的な猫へと大変身しました。サンドラさんは、そんなリビーのために、生涯暮らせる家を一生懸命探し、
とうとう理想の里親さんを見つけることができたのです。そしてリビーを無事に送り届けた後、毎日彼女の幸福な生活を願いました。しかし、それから少しして、サンドラさんはリビーの気持ちが自分の想像と違っていたことに気づいたのです。里親さんの話によると、リビーは新しい家に全く馴染めず、ほとんどの時間を物陰で過ごしているようでした。そして誰もいなくなると、恐る恐る出てきて、一人で遊んでいたみたいです。里親さんは距離を縮めるために様々なことを試したらしいのですが、リビーは最後までそれを受け入れることはなかったと言います。その後、リビーの様子を心配したサンドラさんは、里親さんの家を訪れました。すると、リビーが一直線に駆け寄ってきて、ものすごい勢いで泣いてきたのです。床に座ると、リビーはまっすぐに私の方に駆け寄ってきて、大きな声で泣きました。その姿を見た里親さんは、わかりますか？今リビーはあなたの家に帰りたいと言っているんです。と私に言ったのです。私は今までに60匹以上の保護猫を里子に出してきましたが、このようなことは初めてでした。そして私は里親さんと相談し、リビーを自宅へと連れ帰ることにしたのです。リビーは再びサンドラさんの家へと戻ることになりました。優しくしてくれたサンドラさんのことをリビーは片時も忘れることができなかったのです。そんな彼の望みはサンドラさんと一緒に暮らすことだったのでしょう。私は保護猫たちと特別な関係を築いてきましたが、リビーとの関係はさらに特別なものとなりました。これまでずっと養育に力を注いできたため、里親になることは考えていませんでした。ですが、それはリビーの気持ちを無視したものだったようです。一緒に自宅へ帰り、キャリーケースから顔を出したリビーは、以前と全く変わらない姿を私に見せてくれました。彼女は自分の家に帰ってきたことをちゃんと分かっていたのです。と、サンドラさんは幸せそうな笑顔で語ってくれました。こうして様々な病気を抱え、困難な人生を歩んできたリビーは、サンドラさんへの恩を忘れることができず、今でも彼女に感謝の気持ちを伝える毎日を送っています。そしてサンドラさんは、これからもリビーのありがとうをたくさん感じていくのでしょうね。